本当全て全部やりなさいって組織だったら潰れてたかも。こんな評価してもらえるんだっていう方が強かったですかね。多分失礼なんですよ。私お客さん先に行ってもちょっとポロッと汚い言葉を表現で言っちゃったりとか言葉の表現が下手くそで、お客さんに分からないことは分からないって聞けるのは、年齢がまだ30になってないからお客さんに聞けるんですよね。なので Excel でこういう業務をしているのは何でですかとかっていうのを、それ無駄ですよねとかっていうのを言っちゃうんですよね。若いっていうのが多分あるから、お客さんが私に対して構えるじゃなくて、どちらかというともうまたシンボリ君来たぞと可愛がってやるかみたいな多分あるんだろうなって思ってて、すごくこう恵まれてた環境じゃないですけど、お客さんも可愛がってくれるし、失礼をしてもまたなんか言いよるぞ若造がみたいな感じで対応してくれるので、周りの環境にすごく恵まれてるなっていうのは今もずっと思ってます。お客さんいい人多いよね。はい、親身ですし、ラッキーなのがほぼ全員経営者と役職者なので、だから彼にとっての年上が多いので、教えてくれる人が多いですよね。準備はめちゃめちゃしてて、業界特有のよくわからない言葉とか、業界特有の業務とかっていうのに何もわかんない状態で教えてくださいっていうのもすごく失礼なので、本当にキャリア考える人たちが読むような本、そういった本はめっちゃ読んで、私が本で勉強したこの事業はこうでこうなんですけど合ってますかっていうと、いや違うよなのか、合ってるよみたいなところっていうのは必ずやるようにしてました。絶対失礼がないようにちゃんと自分なりに勉強した上で分かんないことは分かんないですって言える状態っていうのは一番やったかなって思いますね。勉強はしとかないと、何歳になろうが常にアップデートし続けないと人間として終わっちゃいそうな気がしません？学生の時って宿題があってやったー学校終わったーじゃないじゃないですか。翌日提出しないといけない宿題を夜やる。でも社会人になったら18時になった終わったー、翌日の朝まで何もしないって、学生から社会人になった途端人間やらなきゃなってるなっていうのはすごく思ってて、なんか学生の頃の意識じゃないですけど、何か必ずやるっていうのは社会人だろうと何歳だろうとおじいちゃんだろうとおばあちゃんだろうとやんないといけないかなっていうのは私の心の中でずっとあるものかなとは思います。フルリモートで仕事ができない人たちって監視の目がないからサボっちゃうとか、それは人間だからどうしてもあるなと思った時に、監視されてるって思い続ければ24時間ずっと人に見られてる感覚で恥ずかしいことをしない生活みたいなのは私の中ではありだなと思って結構よくやってますね。本当入社した時ひどくて、ヒアリングする時に漢字書けなかったんですよ、お客さん先で。高校が選択制なんだよね。そうです。なので国語とか選ばないし英語も選ばないから全然ダメなんで、ホワイトボード恥ずかしい簡易トイレで買ってやるよってやってましたね。今書きますよ結構。よかったね。忖度なしに何も考えずに言うと、コーダーですよ、コーディングできる人だけ。ただ若い、コーディングできる、以上。それ何も求めない。給料安い、よし払える、そこだけですよ。何も考えてなかったですね。将棋で言うと歩、戦略的にはいる駒、飛車角がいましたからね。歩ですよ完全に。なので初め研究開発これをしたいっていう時には全部わかりましたって言ってとりあえずやってたんですよね。大変だったけどね、レベル上げになったとは思います。私研究開発毎月1回言ってたよね。やってましたね。プロジェクトでしょうね。あれを乗り越えた後は多分私だった気がします。私と業務委託の誰か。とあるお客さんのマネーフォワードの連携のバグが1年間ぐらい続いてたから、毎月月末ヒーヒーハーハー言ったんじゃないですか。2022年の3月でクローズしてたはずなんで、そっから僕が業務設計をした後のプロジェクトはシンボリさんがシステム設計をするっていう流れをずっと取ってて、業務設計のアシスタントとしてシンボリを入れていったんですね。議事録取ったりとか。なので初めは2人で動いてたんですけど、嫌になったんでしょうね。シンボリを外して2馬力になるじゃないですか、業務設計の案件が。僕は僕でやる、彼は彼でやるっていう感じのが取れてたんで、ですっごい大きいお客様の時だけは僕が絶対業務設計して、その後にシンボリを足すっていう形だったんですけど、今年ぐらいからだよね、僕が業務設計しないって伝えてて、僕クライアント持たないようにしてて、1社しか持たない、しかも1社持つのはシンボリがリソース開かないから代わりにしますっていうぐらい
でも全部つながってるので、そんなに違和感はないって僕は思ってて、コーディングができる人は何をもってコーディングするかっていうとシステム設計書なんで、システム設計書を作るのはシンボリはフライクに入ってやれるようになってた、チープだったけどできるようになっててクオリティが高くなってきた。そのシステム設計書を作るには業務設計書がいるので、業務設計書のアシスタントから入ってきて、今はプライムまでやってる。だから流れなのでそんなに違和感はないけど、お客さんに聞く言葉のレパートリーとか知識量っていうのは圧倒的に増やさないと対処できないので、そこはもう場数かなと思います。営業をしたくない、知らない人と喋りたくないんですよ。新規のお客さん対応もそうだし、今やってますけど、採用の一番最初のカジュアル面談とか一次面談とかめっちゃ嫌いなんですよ。何喋っていいか分かんない、人見知りなので。なので営業はしないってずっと言ってて、それだけは断り続けてきて、それは全部やってくれてます。本当に嫌なことをやらなくていいので、嫌だけどやったら自分のためになるかなみたいなことだけと、あと好きなことだけやらせてもらってるので、本当全て全部やりなさいって組織だったら潰れてたか無理ですね。それ待って、ご飯誘うの絶対僕なんですよ。誘ってくれなくて絶対じゃない、 100% じゃない。夜ご飯どこ食べに行こう、お昼ご飯どっかに行こう、ゴルフに行こう、 100% 僕だと思う。ああ、そうですね。車出しますよ、運転好きだから、彼から DM が来た時にはゾッとします。トラブルがあったんだろうなって、大滝さんちょっといいですか、本当や何かトラブった時とか、悪いことがあった時に彼は連絡してくるんで。キックオフは絶対僕参加させられるんですよ。セールスとして受注が終わって初回キックオフで1時間あるんですけど、初めの場を和ませる役割とお客さんに自己紹介してもらうのと、こっちの自己紹介して今日こういう順番で進めますねっていう合意を取ってから初めて受け取ってくれるので、お膳立てがね、もうちょっとやりたくないっていうのもありますけどお客さんからしたらずっとこれまでやり取りして注文書にサインをした瞬間にキックオフ出てきませんみたいな、ちょっともう出てくださいと、で出るんだったらちょっとやっちゃってくださいよみたいな。最初のさ1分2分ぐらいでいいんです。まあまあ喋るよ、15分ぐらいまでさ走ってるよと、出るんだったらやっぱバリューを発揮していただかないとそうだよね、もったいないもんね、生産性悪いもんね。やった方がいいと思いますけど、潰れちゃう可能性は高いし、迷う人も多いだと思うので、本当に自分が何したいか分かんない人にはすごく勧めれるかなと。ゴールを目指してうおっていける人はそういった方がいいと思いますけど、私はそれができないので何も考えてなかったので、やってきた結果で今があるっていうような考え方が好きな人はやった方がいいと思うので、おすすめはしますね。あと AI じゃない、そうですね、コーディングが AI でできるようになっているので、セールスソースとかその API とかも自分でハードコーディングするのって少なくなってるじゃん。レビュー者にもあってるじゃん、その作ったものをあってないところは修正するみたいなところになってるんで、完全にゼロから作る仕事がなくなっていくので、そうすると設計をする人にもっと回っていかないと人材余っちゃいますよね。役割レベル4以上の人っていうところがあるんですよ。なので彼は管理職なので役割レベル4以上なんですけど、管理職は役割レベル5以上なんですけど、役割レベル4になったタイミングで自分のスキルセットよりもマネージメントするスキルセットの方に重きを置いているので、なので彼は役割レベル4以上のところがチェックされる。一方で役割レベルは4以上だけどスペシャリストになりたい人たちにはそこではない深掘りの縦に広げる方の評価軸になっていきます。そう思います。物差しがあるので分かりやすい、やりやすい、どこを目指せばいいか分かる。目指すところが分かんないんだったらワンオンワンでボコボコにされれば良い。 OKR ですね。今が基礎のタイミングと半期ごとに OKR を作るので、OKR をチームとかありますけど、個人の OKR 作るときに自分が目指したい点数に何と何を伸ばしたらそれに行くかっていうのを自分で考えてもらうんですよね。なのでそこの部分を伸ばしましょうっていう OKR を作るので、まずそれを作るのにめっちゃ時間かかります。ないですね。ここが弱いよ、伸ばさないといけないよね、その通りっていうのはありますけど、給与ダウンとかっていうのは一切これまでなかったので、むしろこんな評価してもらえるんだっていう方が強かったですかね。
やる気があればおすすめできます。本当に心の底からそう言ってるんだったらおすすめできます。ただそうではなくて、なんかやんないといけないよなとか、こう言っとくといいだろうなっていう思いが1ミリでもあるんだったらやめた方がいいと思います。やるんならやれよっていう言ったからにはやるっていう、そういうプライドがないと無理だと思います。折れちゃうと思います。途中で折れてきてる人めっちゃ見てるんですよ。うちやめてる人めちゃくちゃいて、しかもみんなきつい、しんどい、求められるのが高いって言ってやめるので、初めどんな綺麗事を言って入ってきてこの人いいなと思ったとしても、結果簡単な方の道に行っちゃうので、何人も見てきたんでおすすめ僕もしないですね。普通の平均的な仕事をした方が楽だろうなって思います。コンサルとかややこしいことせずに、ただのディベロッパーでいた方が楽だろうなって思います。まあ今のインタビューであったのが全てだとは思いますけど、私はあんまり何も考えていなかった。ただやると決めたことはやるとか、ちょっと体育会系みたいなところはあるので、決めたことはやるっていうのをやっていったらたまたまこうなっちゃったっていうのが、まあ、結論ではあるんですけど、こうなりたいとかこうなりたい人はこうするべきですよみたいなところはないですけど、今日の動画とかこのインタビュー記事とかを見てもらってチャレンジしようかなって思った方は、応募じゃなくて一旦ちょっとボスとカジュアル面談をぜひしていただきたいなと。多分何時間でも付き合ってくれるはずなので。なんで僕なんですか、ちなみに。で、一回フライクのことをちゃんと知るべきだと思います。さっきの評価制度の話とかも、ただ求人調べてて面白そう、年収高そうって言っちゃうと終わっちゃうので、ちゃんとフライクのことを知るっていう意味でもしっかりとこうカジュアル面談をして、逆に自分のこともちゃんと伝えていただきたくて、お互いをちゃんと知った上でやるっていうのすごく大事だと思うので、まずはカジュアル面談を別に応募しなくてもいいと思うので、とりあえずカジュアル面談で話を聞く、話をするっていう。給料上がって何か変わりました？フライクに入る前の時から 2.5 倍から約3倍ぐらいの給料になったわけじゃないですか。判断基準変わりました？生活水準が変わるとかはないですけど、物を買う時に高いからやめようとかっていうのはなくなった。僕もそれを感じてて、さっき350万の時の話をしたんですけど、僕自身がね、その時って外食って僕しなかったんですよ。今は外食を多分月に 3,4 回はしてて、絶対ロイヤルホストに行くんですね。うち5人家族なんですよ。それぞれ食べたいもの違うんですね。息子の選び方がすごく素敵で、食べたいものは絶対このグランドメニューからじゃなくて、一つのペラペラの冊子、これって値段とか見ずにステーキ頼むんですよ。それでナイフとフォークをちゃんと持って黙って食べるんです。お金があると食べるものが変わると教育にもいいらしい。それができるのって働く人の成果だと思ってて、自分が成長できたから会社に貢献できたから、その対価として給料払える。なので会社も成長しないと給料も払えないし、個人が成長しないと企業も成長できないので、そういう環境を作りたいなっていう人は向いてると思います。ただなんとなく会社にぶら下がって給料もらいたいなっていう人は向いてないだろうなって思います。覚悟なんですかね、全ては。覚悟な気がするな。覚悟なんだろうね。ありがとうございました。ありがとうございました。